毎回配信を始めるときにマイクのねテストをちゃんとしないまま始めちゃう悪癖は直したいところですよね。お晩でございます。国和でございます。本日もノーマンズスカイやってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。お辞儀。今日もまったり会です。そしてこの画面ご覧ください。マウスを触ってないんですけれども、相変わらずだんだん視点が回転していきます。全自動ファッションショー状態でございます。このバグいつ治るんですかね。僕今日までこのバグがそれこそコロッサスに触った時、コロッサスに乗ったり降りたりした後とかに起きるバグだと思ってたんですけど、これずっとなんですね。このバグはずっと起こってるんですね。早く治ってほしいですね、このバグもね。まあ普通に遊べはするんで、まあそんなそんなって言ったけどやっぱ嫌だな。早く治ってほしいですな。今日はですね、コルベットのパーツをですね、ちっくり集めていきたいと思います。今日も音割れるね。非常に簡単に音が割れますな。先日ですね、視聴者の方と仲良くなりまして、DM のやり取りを少しした後にディスコードでちょっとつながっていろいろおしゃべりとかしたんですけれども、その中でコルベットに関する話がちょっと出てきまして、面白いコルベットの構想がポロポロと出てきたので、あと元から自分が作ろうと思ってた構想とかもちょっと固まったりしたので、間違ったぜ。そう、コルベットをねガチりたいなと思ったんですけれども、それに差し当たってもコルベットのパーツがないので、じゃあ集めるところからかなと。裏でやってもよかったんですけどね。せっかくなんで配信でやっちゃおうかというところでございます。よっしゃ。ありがたいことにね、僕の免許店にしてる星がですね、もうこうやって回収コンテナがあるので、これ順番に回収してきればいいのかなという感じでございます。何でしたっけ、コルベットで直接近くまで行って上からバカすか地面を打てばいいんでしたっけか。それが一番効率いいって教わった気がする。先生これで合ってますか。ビームがいいみたいな話も聞いたっすけど、これもどうなんすかね。命中精度の問題なのかしら。でもダメージ判定は違うな。動物にだな、ダメージ判定入ってるの。そしてね、今乗ってるコルベットのこの武器の精度がね、武器の精度というか、すぐにオーバーヒートしちゃうところとかね、あんま良くないですよね、正直。こういうところも踏まえてね、新しいコルベット欲しいなと思ってるので、ちょっとどうにかしたいとこですね。次はそこかな。実際コルベットのパーツ潤沢になるまでにどのぐらいかかるんですかね。近くやん、素晴らしい。あえて地上にね出てれば楽なんですけどね。こっちかな。おい、レアアイテム。よし。あんまりこのパーツを回収したタイミングで今何のパーツ拾えたんだろうってなかなかね、ちゃんと確認する余力が案外なかったりしたりしなかったり。レトナガさんこんばんは、いらっしゃいませ。今日コルベットパーツの回収会となっております。まったり会でございます。よかったらゆっくりしていってください。今日もよろしくお願いいたします。いや、ついにコルベットちゃんとしたやつというか、今乗ってるコルベットがそのイベントの流れで作ってそれっきりのコルベットだったので、そろそろ自分のね好きなデザインというか衣装を凝らした
コルベット一つ持ちたいなと思いまして、あとはですね、先日DM で仲良くなった方とディスコードでちょっとノーマンズスカイに関していろいろ喋ったりするタイミングがありましてですね、そこでやっぱりコルベットの話が出てきて、ちょっと触発されたというか、コルベットな気分、コルベットの口なんて言えばいいのか、こんな感じになったので、今日はコルベットの日でございます。この通り武器の方もね、まだ弱々なので、この機会にね、ちょっともう少し強いコルベットにしてあげれればいいのかなと思っております。あれなのかな、コルベットパーツ回収用にまず今乗ってるコルベット少しいじった方がいいのかしら。なんかあれらしいですよね、今の採取の仕方するのにコルベットの武器をなんかもうちょっと違うのにするといいよみたいな話を結構前にしていただいた記憶があるんですけど、なんだ、レーザービームみたいなやつ、あれにするとなんか確かいいらしいですよね。効率がどのぐらい違うのか、本当に全然違うなら先にそっちやってきた方がいいのかな。手探りでここもちょっとずつやっていければなと思っております。真正面にあると話が早くて助かる。よしと。ではまったり会と言いつつ実質雑談会というか、間違った、ブースト吹いちゃったと。まあもう今日はこの作業を続けながら、なんかそれっぽいパーツが集まったらコルベットを触りながらっていう回ですね。メイン宇宙船からテクノロジーをちょっと借りれば、確かにそっか、それがいいですね。それがテクノロジー買いに行っちゃう。コルベット少し手直しするついでに最初にそれやりますか。せっかくなのでそうしましょう。よし、それで行きましょう。やっぱりなんか久しぶりにコルベット乗ると、やっぱり戦闘用で普段乗ってる宇宙船と比べてなんか挙動がもっさりしてる感じがあって、なんかちょっと落ち着かないですね。不慣れ、すごい慣れてない一応こういうデザインにしたいなっていう構想はあったりするんですけど、圧倒的にパーツがないのでね、なんとかパーツを意識揃えて。スペクターさんこんばんは、いらっしゃいませ。本日もよろしくお願いいたします。本日はコルベット会でございます。パーツ集めをね、まったりやっていこうと思ってましたので、どうぞお付き合いください。本日もよろしくお願いいたします。今とりあえずですね、宇宙船があまりにもちょっとなので、コルベット回収しやすいようにコルベットをいじるところからコルベットどうにかするためにコルベットをどうにかするというターンでございますその元もこもっていったらまさにそうですけど、おっとお風呂が沸いた。了解です。はい、ゆっくり使ってきてください。ありがとうございます。お風呂はね、心の選択ですからね。さっぱりしてきてくださいな。毎日お風呂に浸かると健康寿命伸びるらしいのでね。人間健康第一ですから。なんかスキャナモジュールとかあるな。とりあえずこの辺りをみんなしまっていこう。この辺りをしまっていきましょい。ここ。これなんだっけ。なんかこれがなんか優秀だったような気がする。何でしたっけ。なんか
ラジエーターじゃなくてなんか、昨日僕YouTube でちょっと勉強してて、グリッチってあるじゃないですか。で、なんかグリッチの方、少し勉強して、1マスじゃなくて 0.5 マス接続とか、なんかそういうのどうすればいいんだろうなっていうのを少し調べたりしてみたんですけど、枠がない。枠が全くない。強化のしようがないのでは。本当にマジか。あ、ゲルゲリさん、こにゃにゃちは。今日もありがとうございます。本日もよろしくお願いいたします。今日はコルベットのパーツを集めてコルベットをいじる回となっておりました。もう今日はまったり会ですね。はい。雑談多めな感じになるかと思いますので、どうぞお付き合いください。よろしくお願いいたします。とりあえずですね、前に作ったっきりのこのコルベットで今、パーツの収集やってたんですけれども、いかんせん効率がよろしくないので、ちょっといじりますかというところでございます。なんか武器がそもそもなんかあれらしいですもんね。なんか普通のこのマシンガン的なやつよりもなんかビームっぽいやつの方が埋まってるやつの回収、これか。位相ビームあれ、これかな。すごい前になんかこの辺教えてもらって、もうずっとやってなかったのでちょっと記憶がちょっと薄らいでるところではあるんですが、なんかこれな気がするけど違うのかな。今つけてるのが多分このフォトンキャノンアレイなんですよね。多分この位相ビームアレイだとは思うんですが、サイクロトロンディフェンスキャノン。わからん。とりあえずこれつけてみるか。合ってますか。よかったです。ありがとうございます。じゃあ早速こいつをちょっと取り付けていきますね。で、これつけようと思ったら多分、いいな。普通につけれそうだな。どうしようかな。適当なところにポンとつけてしまいたいところ。2つつけたらその方が話早いのかしら。1個しか持ってないや。そもそも持ってる数が少ない。適当につけてもいいっちゃいいのですが、この上についてるやつ1個外してもいいのでは。つうか今もう2つついてるのでは。これ多分一緒ですよね、この横についてるのと。元からついてるや。切り替えればいいだけか。ついてだからつけちゃうか。何も考えない。とりあえずつけれそうだからつけておく。適当。よし、一旦これでいきましょう。っていうことはこれあれか。テクノロジーもつけようかと思ったんですけど、テクノロジーについてはなんかもうつけれる枠がなかったので、こういう感じなのでちょっと枠は一旦諦めてこのまま行こうと思います。そうっすよね、ここあれもともとついてるですもんね。なんで気づかなかったんやろ。あとはこれちょっとつける場所って変えられるのかな。こういう感じか。移動も大変じゃ。一回これ保存して、でこれをこうして、でこう。よし、じゃあこれでいきたいと思います。
参ります。行ってこい。よいしょい。普通にゲート使った方が早かった説はありつつ、なんか気分でそのまま宇宙を飛んでいくスタイル。飛べよー。スペクターさん、コルベットって火力重視と機動力重視どちらがいいんだろうか。確かにどっちがいいんすかね。コルベットって結局なんだろう、コルベットの中で普通のなんだろう、アイテムを保管する枠が普通の宇宙船よりも多かったりとか、あとはその中でいろいろアイテム生成とかご飯作ったりできるっていう旨味があると思うんで、もうそれだけで重要は足りてるとは思うんですけど、実用性どちらに重きを置くかってことですよね。火力重視、どうなんだろう。なんか今のところその戦闘とかそういうのでコルベット使うってイメージがあんまりないので、戦闘のメインとしてで言うと、普段使いだったらやっぱ機動力重視の方がいいんですかね。あとは積載性というか荷物がいっぱい載せられるか。あとは先日配信中になんだろう、コルベットに乗っけてもらったりとかした時に、人が乗りやすいコルベット、乗ってて楽しいコルベットっていうのがやっぱりあるなと思ったので、性能もそうですけどやっぱビジュアル重視というか乗り心地っていうんですかね、そっちの方に重きを置くのも一つありなのかもしれないです。最近そう思ってますいや、この間の配信中に七星さんのコルベット乗っけてもらったの、あれめっちゃ良かったな。ああいうの作りたいですよね。なんかモチーフあるらしいですけど、僕元ネタが分からなくて、なんかいわゆるシップ型っていうんですか、海を走る、海の上を行く船の形をしたコルベットだったんですけど、甲板に乗って見る景色がまあすごく良くて、あれ良かったな。ああいうの作りたいけどな。なんかコルベットの製作方法 YouTube 見て勉強したんですけど、これ本当にできるかなってもう今から不安なんですよね。今日可能であればパーツがいいところまで集まった段階でまたコルベットを少し触りたいんですけど、そこまでいけるかどうか。スペクターさんふむふむいや結構そうですね、コルベットも最近あんまり乗る機会がなかったんで、ちょっと今回を機に少し向き合っていこうかなっていうのと、やっぱりみんなで集まった時にみんなかっこいいコルベットみんな乗ってるんですよね。羨ましいっていうのと、やっぱりじゃあ自分もなんかあった方がいいかないとちょっとあれかって最近思い始めちゃって、だから今回はあれですね、その人と顔つき合わせるときになんかこれうちの自慢のコルベットなんですよって言えるコルベット一つ何か用意したいと思うところでございます。今日どこまでいけるかな。よいしょ。間違った。武器の切り替えですよね。これだ。レーズビームあるやんけ。当たってるこれ。これ当たってる？レーズビーム。これ当たってる？フェーズビーム。近すぎてやりづらい。近すぎてやりづらい。ダメージが出てない気がする。なんでだ？なぜほなんかゼロって出るな。これ合ってる？
ダメージ入ってなくねあれ全くダメージ入ってないように見えるんだが、なんだこれは。なんでだ？ゼロって出る。当てどころ間違ってるのかしら。なんだなんだ、よくわかんないことになってるぞ。距離の問題。ぐらえ。ずっとゼロダメージだな。なんで？なぜだ？なんか全くダメージ入ってない。なんでだ？フォトンキャノン。ああ、一瞬でいったな。なんだなんだ。まあいいか。じゃあフォトンキャノンでいくか。もしかしたらアップデートでなんか変わったのかもしれないな。いや、こうなってくるとアップデート前にあれこれやっとけばよかったなーという後悔がふつふつと湧いてくる。よいしょ。フェイズを掘れないと思う。あ、フェイズ掘れないんすね。残念。そうか、フェイズ掘れないのか。なんか誰かにこのフォトンキャノン以外でなんか効率がいいのがあるみたいなのを教わった気がしたんですけど、気のせいかな。フォトンでいいと思います。了解です。じゃあもう今日はこのままいつもの馴染みのあるやつでやっていきます。一番良い方法でやっていきましょう。時間はたっぷりあるっすからね。そう、時間はもうね、たっぷりなんで、もうね、気の向くまま赴くまま、すいません、今日ろれつがちょっと回らないんですけど、やっていこうと思います。マニマニやっていきましょう。実際最大効率で言うと、やっぱコルベットに乗って回収が一番早いの認識でいいのかしら。どうなんでしょうね。実はもっといい言い方、いいやり方あるでっていうのがあればいいですけど、今のところこれがやっぱ最速なのかな。実際コルベットが追加された時の共同探索の時とかもなんか別の回収方法、それこそ宇宙空間に行ってなんだろう、漂流船みたいな、なんか宇宙に散らばったその真っ二つで宇宙空間に漂ってる船からパーツを2個回収できるっていう、なんかそういうイベントがなんかあったんですよね。それで言うとそのイベント発生させるアイテムがっつり用意して宇宙空間でそのイベントを連続で消化してった方がワンチャン早いかったりするのかな。悩ましいところ。実はアイテムとしてはそれなりに持ってたりするので、そっちの方近いか。こっちの方近いじゃん。近い方から行こう。近場から攻めましょう。横着者ゆえ近場からやっていきたい。よし、そういうスタンス。射撃がブレすぎて当たらん。こんなもんでどうかね。頭が邪魔で見えない。頭が邪魔で見えないのだよ。運転下手か？免許返納案件免許返してきた方がいいかもしれん。そもそもコルベットに免許なんかあるんか。オッケー。で、さっきのちょっと離れた方に飛んでいきまして、どれだっけ見失ったか。あれ？見失ったか。あれだ。空が明るくすぎてアイコンが見えなかった。
際どうなんだろう。普通のこういうショットでいいのであればコルベットである必要は、でもあれか、コルベットに乗った状態じゃないとスキャンができないのか。普通の宇宙船だといちいち降りてスキャンしなきゃいけないから、こっちの方が早いんだ。当たれ当たれ。なんと命中精度の悪いこと。よしよし。これ時間かかりそう。なんか100個ぐらい空から降ってこねえかな。親方、空からコルベットパーツがって言ってゴソッと落ちてこねえかな。飛行石携えて。こっちにもある。こっちの方近いじゃん。よし。実際みんなコルベットパーツってどうなんすかね。暇な時にちょっとずつはやっぱり回収してるんすかね。普通にパーツ一式欲しいよねって思った時に、多分じゃあ集めますかって言うと、例えば僕なんかもこの配信の時間中に集められる数ってそんなに多くないと思うんですよね。どうやってるんやろ。遠い？ちょっと遠い？動物に当たる。あと実質地面に埋まってるコルベットパーツのヤー2は3回なんか保護パーツ上下と本体で3回壊さないとアイテム手に入らないのがちょっと手ますよね。なんか一撃で壊す方法とかないのかな。なんか探せばありそうなもんだけど、あれなんだ。ベノムサックか。でぶつかっちゃった。予想見してた。スペクターさん、なるほど。国和さんが現在進行形でされてるこれがコルベットパーツ集めの正義のやり方なのか。どうでしょう。あんま自信ないかも。なんか前に教わった時はなんかこのやり方がなんかいいような話を聞いたので、その記憶を頼りに今この形でやってみてますが、それから時間経ってるんで、果たして2026年3月版でこの最新のやり方としてこれが合ってるのかどうかはちょっと定かでないところ、ちょっと自信ない。でもこれが最速であってほしい。いや違うな、もっと早いやり方があるならちょっと知りたいところ。もしかしたらあるのかもしれない。最新版じゃない可能性がある。922。でもやっぱあれですよね、この空中にいる状態で周りの様子をこうやってスキャンして、でそのまま移動するとこまでできるっていうのは、これはこれでやっぱり最適解ではあると思うんで、やっぱこれでいいのかもしれないですよね。どうなんだろう。結局到着距離とか時間とかもこれで一発ですし、あとは移動の速度かな。やっぱり車輪のついた乗り物で地面行くよりは障害物のない空まっすぐ飛んでった方が速い気はするんで、やっぱ現状これなんじゃないかな。目的地に着くまでの手数がどうしてもちょっと多めになっちゃうんで、これは仕方ないとこなのかな。実際このパーツ一個一個がね高級品ですからね。実際だってコルベットのパーツなんかシンプル売っ払えばそれなりの金策になるんじゃないですかね。余分な分いっぱい集まりましたって言ったら売るだけで結構数百万とかは簡単に稼げると思うんで、それこそ先日のコロッサスのアップデートでこの辺の地面に埋まってるアイテムとかを専門的に回収するモジュールとかなんか実装してほしかったですよね。
せっかく地上走り回ってなんか荷物もいっぱい詰めますよみたいなコンセプトなんだから、そうするとね、なんかコロッサスの需要がもっと増えたんじゃないかなとか思ったりしてます。結局あれですもんね、なんかそれコルベットでいい案件があまりにも多すぎて便利すぎるんですよ、コルベットが。正直何でもできすぎる感じはある。あの中におる。いやー、オーバーヒート早すぎ。なんかダメージがゼロで出るな。なんだこれ。ちょっと場所がよろしくないのか。接近する。姿見えちゃるんやけどな。なんかうまいこと言ってないように見える。あ、アズラさん、こんにちはです。ペコリありがとうございます。本日もよろしくお願いいたします。今日はですね、コルベットのパーツ集めをやっていきます。今日はね、まったりやっていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。雑談多めの予定ですね。ゆっくりやっていきますよ。なんか今早速うまく回収できてなかったんで、ちょっと降りますか。このダメージがゼロになったり、これがどういう仕様なのかちょっとよくわかんないですけど、どうなんだろうな。スペクターさん、確かにコルベット便利すぎるね。そうっすよね。さすがに便利がすぎる。当たり判定がちっちゃいんだな、これも。もっといい感じに。でもこの調子で集めていければなーっていう思ってたので、今どのぐらい集まったんだろう。ポータルコード出して、ポータルコード、ちょっと待ってくださいね。どういうこと？今ここに集まるってこと？コルベット作りたいよってアイデアはあるんですか？アイデアも何個かあるっすけど、一応ざっくりこういう形のに乗りたいなってのはあるんすけど、どうしたものかってところですね。カメラモードで合流する感じですかね。じゃあ今一瞬表示しますね。一瞬だけよいしょ。こちらでございます。10秒ぐらい出しておきますね。1、2、3、4。スクショか何かで撮ってもらって、それで見ていただければと思います。あんまりあれですからね、この星の中いろいろあるので、あんまり長い時間を表示するのはあれですけど。はい、了解です。あんまりね、やっぱり他に見ていただいている方もあんまり出さない方がいいよって言ってるものではあるので、今ちょっと慎重に、ちょっと短い間だけパッとね出させていただきました。手伝ってくれる、ありがとうございます。助かる、すごい助かる。集め方自体これで合ってるのかなってのは疑問だったんですけど、やっぱり手が増えると助かるですね。じゃあぜひよろしくお願いします。結構マイペースにはなっちゃうんですけど、今でどのぐらい集まったろう。結構でも集まってきたな。結構集まってきたぞ。一回あれしようかな。あざらさんありがとう。了解。いや、こちらこそありがとうございます。助かる。インジウムドライブ、エメリルドライブ、カドミウムドライブ。確かこれカドミウムドライブがあれなんでしたっけか。なんかそういう話を聞いた気がする。違うな。
インジウムドライブで良さそうだな。S って書いてあるしそうか。あたらさん、そっちに来る。了解です。自分もコルベットも了解。お待ちしております。どうしようかな。自分一回このコルベットのパーツを結構荷物パンパンだな。少し荷物開けてこようかな。思いのほか荷物がすぐ溜まっちゃって厳しいものがある。どうしようかな。まあアイテムケースがフルになりそう。もうちょっといけそうなんで、もうちょっといく。虹が出てますな。景色がいいですな。一旦所在アイテムはコルベットのステージ入ってもいいのよ。了解です。確かにそうだ。忘れてた。そういえばコルベットしまうとこあったや。つい忘れちゃうんですよね。って言いつつ、なんか今荷物が入ってた気がする。結構いっぱいだな。結構いっぱい入ってるな。預けれるものはとりあえず預けて、ミミウムも一回いいかな。預けちゃって、ついでのアイテム整理。これも預けて、これもここだな。ここの辺だね。ここでいいかな。で、なんか、すごいいっぱいあるな、これ。これ同じやつ？奇妙な風。全部違うやつだ。違うやつやった。ほう。これも預けて。どうしよう。コンテナもう一つ増やそうかしら。あとはこう。これはなんだっけ？魚か。コルベットパーツって何番だったっけかな。これいらないな。こればらそう。なんかいらないものがあるので、こいつをばらします。で、ばらしたついでに、使ってないラック。確か、7ぐらいまでは使ってた気がするな。8番が空なんじゃないか？いや、9番使っちゃえ。迷ったら。適当なやつを使う。金属プレートが足りない。金属プレートを3枚所望する。よいしょ。で、9番を、ここっすね。OK。よし、じゃあここにコルベットパーツを移したいと思います。よいしょい。そうすると、貯蔵コンテナのアイテムケース、これでいいのかな？空きスロット100。なんか適当なとこに入りそうだな。どこに入るか見てみるか。やっぱ適当なとこに入ってるな。そっか。多分これ順番に入るんだ。じゃあやっぱりちゃんと狙ってしまわないとダメだね。やっぱこっちに入ってるや。めんどくさいわね。なるほど。じゃあ一回。仕方ないからスーツに移してからこっちに移す。仕方ない。そのぐらいの手間は入りましょう。買って信じましょう。この辺も一回預けちゃうか。適当に。その方が話は早いやな。一発でそっちに狙いすまして入れることができれば楽ですけどね。なかなかそうもいかない感じ。でも結構欲しいパーツ意外と集まってるかもしれない。
すぐにいっぱいになりそう。今のところでもこのぐらいですね。離陸ベイとか、レーダードームとか。なんかこのトリムだかなんかこういう形のアイテムがグリッチにすごい使えるような動画で見た気がする。よし。いろいろ試してみですね。いやでも楽しみですね。なんかいろいろ試せると思うんで。あ、あずらさん到着ですね。ありがとうございます。今日もよろしくお願いいたします。僕も引き続き捜索を続けてまいりますよ。次近いところどこかな、どこかしら。近いところ、コルベットのパーツ近いところ、もうちょい先か。ぐーっと飛びまして、一旦このぐらいの距離で見当たらない。やっぱ拠点周りは全部取り尽くしちゃったかな。ぼちぼち探すのがなんか大変になってきたような気はする。さあどうだ、さあどうだい、さあどうだい。見当たらないさっきまで結構簡単に見つかってたのにな。なんとなく取り尽くした感がある。この辺ならどうか。ほっ、やっぱ近場取り尽くしちゃったかな。困ったもんやで。やっぱり星は広いですからね、なかなか探すのも大変ですね。一苦労や。もしくはあれか、ちょっと高く飛びすぎか。もうちょい低空飛行した方がセンサー引っかかるかしら。悩ましいですな。通常の。お、アザラさん、私のところ2つある。来て了解。今そちらへ向かいます。やったー、ありがとうございます。場所こっちはーい。なんか鉱石のマークがついてる。よいしょ。あ、これですか。ありがとうございます。やべ、近づきすぎた。ちょっと上に上がらないと。よいしょ。今のこれか。じゃあ取らせていただきます。よいしょ。これ打っちゃっていいのかな。よいしょ。今取れたかな。
あり、ちょっと待って。果たして今ちゃんと取れたのかどうか。なんか不安だ。あ、取れてなかったっぽい。よいしょ。よし。じゃあ撃ちます。撃ちます。ちゃんと撃ててるかな。降りた方がいいか。普通に降りるか。なんかあんましうまくいってないな。よいしょ。ウェイ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 。ん？なんかアイコンの示す場所がなんかどこだ？この辺か？あれ？破壊できないならお気になさらずパスしてね。了解です。ただいるはずなんだけど、なぜかよく見えないっていうよくわからない状態に今なって、結構深いんだ。了解。どれどれ。たまにこれ地下に埋まってるっすもんね。痛い。じゃあ次のワーク出てくる。了解です。よろしくお願いいたします。いや、ほんと助かる。やっぱ一人だとやっぱり探すのにも限界があるですからね。メインが埋まっておる。あ、うわー、このパターンか。うわー、残念。取れないパターンだ。残念。うわー、落ちたー。落ちたよー。地下はこれがあるからな。なんかめちゃめちゃ視界悪いな、ここ。飛びます。今日なんか塩梅悪いな。さっき隣にもう一個あった気したんだけど、それか374だから多分それだな。よし、飛びます。回ります。そこです。どっこい小一よっこらショット。もうこの年になるとね、親父ギャグを言わずにはいられないお年頃なわけですよ。そう。お、僕のところも2個発見。回収する。了解です。よろしくお願いします。助かるー。ほんと助かります。これ当たってるかな？当たってる？別に見つかったやつはもうバンバン回収していただけると助かるっす。多分手分けした方がもしかしたら早いかもしれない。今これ取れたので一回降りて、でスキャンかけて、多分低空の方がスキャンには入りやすそうだな。なんだ、何に引っかかってるこれ。何に引っかかってんだこれ。よし、何かの当たり判定に引っかかってうまくスキャンできない時がある。なんだかな、なんだかね、なんだかな。あ、今これはあれか、さっきの地下に埋まってて回収できないやつか。あれ、なんかいける臭いぞ。
なんかダメージが、ダメージこれ木だわ。木に当たってるだけだ。はい、じゃあこれはスルーします。残念。回収できない位置に生成されるのは本当どうしようもないですからな。これは諦めるしかない。他にはそっちに1200。お、星の夜明け勢よ。いや、ほんと景色のいい星や。素晴らしい。お、目的地一緒だったか。そっちはじゃあお任せしますね。そっちはお任せします。自分ちょっと他のところの回収に行ってきます。そうするとこっち側で手近なところにあるかしら。あったあったあった、正面に。 OK。 どうしよう、自分も地上行った方が早いのかな。ちなみに、はい、ちなみにもし私が何マークされてたらゲーム内のチャットであるはずよ。了解です。チャットの方で。なんかあれですもんね。画面のこの辺に、画面こっちか。画面のこの辺に左側になんか出てますね。ターゲットサルベージコンテナ読めない読めない。英語が読めない。これはどうしたらいいですか。アズラさんが見つけたものを順番に回収していった方がいいのか、それとも回収までお任せしてしまった方がいいのか、どっちの方がいいですかね。分担した方がいいのか連携した方がいいのか、どっちにするかによる。でもアンテナ立ててもらってるし、行こうかな。よいしょよいしょよいしょ。この辺でスキャン。アザラさん、どんどん集めていいよ。その後でいっぱいするならステーションであげる。了解です。じゃあ後ほどステーションで合流でよろしくお願いいたします。どのぐらい集められるかな。地上班と空中班でどっちの方が効率がいいのか。なんか見てると地上の方が早そうに見えるっすけど、そっちの方がいいのかな。実際地上の方がスキャンして移動を始めての方が動きが早い気はするから、案外そっちの方がいいのかもしれない。ただマシンの性能的にどうなのかって言われた時に、多分マシンの性能が自分がまだ最高まで行ってないから、それならコルベットの方がまだ早い可能性がある。すぐ隣にある。これはラッキー。アザラさん、僕はエクソクラフトでたくさんするからね。了解です。なんかエクソクラフトの方が、ここの星なんかはあれっすもんね。極端な地形ボコボコだったりはしないので、そっちの方が早いのかもしれないですね。
OK。よしよし。順調では。あ、探索。やばい、僕が日本語間違ったっす。ごめんなさい。間違っちゃった。探索っすね。実際コルベット便利ではあるんですけど、いろいろ探索しようと思った時、やっぱり地上行ける方が結構いろんなメリットあったりするっすもんね。そう。アタラの探検、レムナントが完成したら、レムナントもか。レムナントも今回レムナントのアップデート、なんか面白かったけど、なんかあれだったっすよね。なんかもうちょっといろいろ欲しいなって感じのイベントだったっすよね。ことレムナントに関しては。もうコロッサス一気に便利になったっすからね。なんかこの調子でコロッサス以外のあれもこれもどんどん増やしていってもらえたら嬉しいですよね。あ、そっか、スコープ増えたから選択肢が増えたんだ。それ考えれば確かに他のにも装備できるのか。それ考えればそっちの方が結構プラス要素なのか。運転中にスキャンできるの本当にありがたい。パンダさんこんばんは。今日もありがとうございます。よろしくお願いいたします。コルベットパーツ集める回でございます。今日はですね、アズラさんにも早速手伝っていただきながら集めているところでございますので、今日まったり回ですね。まったり行こうと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。インフラかポジトロンが早い。インフラかポジトロン、今装備しているのがフェーズビーム、フォトンキャノンとフェーズビーム。そっか、装備してないのが2つぐらいあるな。そういえばそっちつけてくればいいのか。どうしよう。今から付け替えてこようかな。その方がいいのかしら。あつらさん、バイクプラグインを使ってる。バイクやっぱ足速そうっすもんね。やっぱバイク速いのかな。僕まだバイク使ったことなくて。距離が近すぎて当たらない。当たった。よし。どうしよっかな。今からでも付け替えてこようかしら。英語苦手でごめんなさい、あずらさん。ピルグリムって名前なんですね。バイクの名前ピルグリムって言うんだ。近いうちにバイク使ってみようかな。どうしよう。そうか。いえいえ、お気になさらず。いや、ほんと申し訳ない。そもそもポジトロン持ってない説もある。インフラまたはポジトロン、今パーツあるかな。ちょっとこれ掘ったくったら、これ掘り起こしたら次ちょっと今ついてるコルベットの武器を変えてこよう。効率を上げよう。しかも熱負荷が一瞬で溜まるから、まあまあ効率がよろしくない。OK。 もしわからないことがあれば遠慮なく言ってね。了解です。私も日本語勉強するのでお互いゆっくり頑張ろうね。そう言っていただけると助かります。ありがとうございます。なるほど、ポジトロンか。コルベットの武器を同時発射できる利点を生かすならばありですね。ポジトロンってそういう感じなんですね。まだ武器の特性ちゃんと把握してないから、意外とあれですよね。この辺のパーツって武器手に入んないですよね。武器はまた別なのかな。これが欲しかった。ロックホッパーだかなんだか。まだいけるな。まだいける。
パンダさん、乱入 OK？ いいですよ。ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。人手はいくらあってもありがたいです。手伝ってくれるんですか？いやー、ありがとうございます。助かる。めっちゃ助かります。なんか、コルベットのパーツ集め、正直時間が何本あっても足りないなと思ってたんで、非常に助かります。お願いできますか？ぜひよろしくお願いいたします。助かる。どうしよう。じゃあ、僕ちょっと、ポジトロンか。なんか武器あるかどうかちょっと見てきていいですか？あとちょっとアイテムもちょっと預けてきます。これ僕星離れても大丈夫なんでしたっけか？同じ星系内にいれば。どうしよう。アゼラさん、ぺっこり。丁寧。めちゃめちゃ丁寧。離れて大丈夫かしら？ちょっと一回この星系の宇宙ステーションにちょっと行きますね。ちょこっとコルベットいじってね、なんぼでも効率上げられるなら上げていきたいところなのでやっていこうと思います。インフラナイフ拾った。ナイフナイスです。ナイフどんなやつやろう。よし、ちょっと水分補給します。今日はですね、ブレンディーのミルクティーをホットで、もうだいぶぬるくなっちゃったんですけど、少しあったかいのでね、喉を潤しながらお腹を温めながらやっていこうと思っております。普通の宇宙シップならいいけど、コルベットは別の方がいいもんね。そうですね。コルベットはなかなか。やっぱり使い分けも大事ですもんね。お、パンダさんと現着ですね。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。助かる。本当に助かります。コルベットパーツをどんどん放り込んで預けていかないと。アイテムを次々預けたい。この位置からこう預ければいいのか。よいしょよいしょいよいしょよいしょい。よいしょい。よいしょい。はい、どんどん。はい、じゃんじゃん。これもなんか適当なとこに。ダメか。あとは。ゲルギリさん、お風呂行ってくるね。了解です。行ってらっしゃいませ。ちゃんと首まで使って温まってきてくださいね。季節の変わり目、風が怖いですからね。芯まで温まって健康でいきましょう。僕も人のこと言えないですけど。普段シャワーで済ませる人なので。お風呂はね、健康になれるみたいなので。行ってらっしゃいませ。宇宙船とコルベット、それぞれ相性のいい武器が違いますからね。使い分け大事。確かにそう。確かにそう。やっぱ使い分け大事なんですね。アイテムが結構もういっぱいだな。困ったな。しまうところがぼちぼち厳しい。おいで。あとどこだっけ？でもこんなもんか。今持ってるパーツはこんなもんですね。よし、じゃあコルベットのいろいろいじりますか。フェーズビーム何個あるの？今何個だろう。フェーズビーム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 。フェーズビームって今画面見ると武器の種類があんまり、もしかして自分解放してないやつあるかもしれない。了解。あと4個ね。すいません、ありがとうございます。助かるっす。もう自分でもどれのことかよく分かってないんで。白メガネさんこんばんは。いらっしゃいませ。
本日もありがとうございます。本日は、コルベットのパーツをゆっくりまったり、いろんな方に手伝っていただきながらご協力いただきながら集めていく回となっておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。今ですね、アズラさんとパンダさんが、はい、今、現場に入っていただいて一緒にパーツの回収をしていただいているところでございます。今日はね、どちらかというと、作業はもうこのパーツ回収のみでやっていこうと思っているので、はい、雑談多めになるのかな。はい、そんな感じでよろしくお願いいたします。なんか、今、フォットンアレイとビームアレイと、あとサイクロトロンとか、この辺なのかな？わからん。インフラナイフ、これかな？わからない。全然種類がわからん。このデッドアイキャノンってのもあるけど、これもどうなんだろう。試しにつけてみるか。もしかしたら意外といい仕事するかもしれない。適当につけてみて OK。 これでじゃあ今つけたパーツが良い仕事してくれるかどうか、さあ見ものですな。非常に見もの。ああ、合流だ。ありがとうございます。どうしようかな。ついでに今拾ったやつ新作？パンダさん新作ですか？あ、違う、今パズルの読み込みがまだあれなだけか。いいな、やっぱでかいの作りたいな。いや、本当ありがとうございます。助かるっす。いろいろ手伝ってもらえて。ちょっと溜まったアイテム少し売っ払ってきますね。結構手持ちをちょっと減らしといて、ちょっと空間を作っとかないとアイテム持ち出すのが大変だ。売っちゃえ。いらないものは売っちゃえ。どんどん売っちゃおう。書籍とかもいいかな。いや、売っちゃえ。迷ったら一旦手放して身軽になる。これでいこう。前言ってた隙間のあるコルベットです。あ、やっぱ新作ですね。僕がまだ見てなかったやつ。ちょっと見たいかも。ちょっとよく見たいかもしれない。パグニュー、サビ鉄もいいかな。サビ鉄もいいや。うん。お、佐藤さん、こんばんは。いらっしゃいませ。本日もよろしくお願いいたします。今日コルベットのパーツ集め会でまったり会でございますので、どうぞよろしくお願いいたします。まったり雑談多めのゆるゆるで行こうと思っておりますので、はい、もう早速今日はいろんな方に手伝ってもらいながらコルベットパーツ集めてるところでございます。はい。実際どのぐらいで必要なパーツみんな集まるんですかね。なんか全然イメージが湧かないですけど、ただみんな手伝ってくれるのでね、なんか気づいたらなんかものすごいスピードで集まってそうな気もしつつ。よし、ワープ。よし、じゃあ星に戻って回収の続きをやっていきますか。よいしょい。こっちにも放り込んでたっけか。違うな。上のボックスに何ぼか放り込んでた気がするけど、まだ入ってるっけ。めっちゃ入ってるや。これもしまってこよう。あと売っ払えるものはもうみんな売っ払ってこよう。へえ。もうすぐに場所なくなるんだから。とりあえずこの辺を全部預けて、よいしょ。はい。あら、スペクターさん、皆さんコルベットパーツ集めファイトです。ありがとうございます。応援ありがとうございます。よーし、頑張るぞ。皆さん頑張りましょう。本日はよろしくお願いいたします。もう皆さんだより皆さんだより国勝の方のね、この回収としまう効率が
正直今全然上がってないから、もう正直頼りっぱなしになる未来しか見えない。今持ってるパーツがざっくりこのぐらいですね。多いのか少ないのか分かんないですけど、意外とあれなんですよ、その種類は増えてきたんですけど重複してないんで、コルベット板作るってなったら同じパーツ4つも5つも使いたくなるですもんね。確か1個のコルベットで使えるパーツが100個でしたっけか、なんかそのぐらいだったような気がしたけど、それ考えるとやっぱもっともっとパーツがあった方がいろんな方が X で乗っけてるヤマトとかなんかそういう立派なコルベット作ろうと思ったらやっぱり必要になってくるんですよね、きっと。これも売っていいかな、ディスプレイ。よし、とりあえず整理整頓、や。最大100パーツ、もちろんガラスも込みか。ガラス込み100パーツってなると急に少なく感じるですね。ただガラスはシップ完成した後でつけるのもいいよね。確かに。なんかあれですよね、地上でグリッチをつけることで通常の建築部材、床とか壁とかみたいな、なんかそういうのもくっつけられるんですよね。やっぱりそれをなんか活用してって自分の好きな形にしていくようにするのが、いわゆるそのコルベット建造界隈でいうとこの一番ベターなやり方みたいですよね。本当はあれなんですよね、この緊急信号スキャナーがなぜか手元に40個あるんで、これ使うっていうのも1個手だったりするんですけど、これバラした方がいいか。あと売れるものあるかしら。こんなもんか。 OK で、かさばるのでこいつはバラす。 OK。 シップ完成した後でガラスつけたらノーカウント。そっちの方いいっすね。ノーカウントでいけるんだったらそっちの方が、確かにそれだったらぐらいでっかいのでも納得っすね。あれパーツめっちゃ使ってるっすもんね。それは上級者のやり方ですよ。やっぱそうっすよね。あれはコルベットの特急車言えてみようかもしれない。特急車といえば確かに特急車かもしれない。いや僕もね特急になりたいんですよ。やっぱり1級とか準1級とか1級じゃ物足りないお年頃になってきちゃったんです。僕も特急目指したいっす。国が特急なりたいっす。ならしてください立派な建築士になりたいな。どうしようかな。どうしようかな。裏側に行こうかな。じゃあそっちの整備用ビーコンがあるからそっちの方に飛んでって。ダメあれなんか乗ってたっけか。あかん。持ってちゃいけないもの持ってたかもしれない。いやーねー、もうセーフ危ない検閲引っかかるとこだった。コルベット建造界隈想像力豊かなトラベラーさんが多いですよね。いや本当にそう。ちょっとすごいですもんね、やっぱり経験値もそうなんでしょうけど、なんか元の想像力っていうのがなんかちょっと違う気がするっすもんね。あれは本当にすごいと思うっす。あれ自分降り立つとこ間違った？チーグレント、ここ惑星違う。間違うた。違う惑星に降り立ってしまったか。ちょっと戻ろうやばい間違うてしまった。あれここじゃなかったっけ。軽く間違ったかも。基地が集合してるとこに行きたいので、どっちだ。あれ佐藤さん、表に出てきてない特急車が多いですからね。いやそうですよね。みんなコルベット作るのめちゃめちゃうまいっすもんね。あれってどうなってるどうなってるんですかね。あれ一体どうなってるんだ、コルベット界隈。あれ
なんかようわからん。あれ、なんか道に迷った。なんで？やばい、なんか意識そぞろかも。今日はね、あれなんですよ。なんか、栄養ドリンク系とか何も用意してなくて、今日もしかしたらいつもより力尽きるのが早いかもしれない。そうなったら申し訳ないです。いつもより早めに眠気が襲ってくるかもしれん。アンファナクに来ちゃった。星間違った。あかんあかん。ゲート使っていけばよかったか。失敗した。アザラさん、それはね、言ってもいい？どうぞどうぞ。何かあれば。佐藤さん、日本人製のステーションに行くとモビルスーツや竜を作ってるとてつもない人がいますよ。なんか X でたまに見かけるんですけど、なんかものすんごいの作ってる方いらっしゃるんですよね。ちょっと紙質に印つけて。さあ、どこでしょう？紙質。あ、こっちだ。なんで今間違っちゃったんだろう。よいしょ。なんだ、なんかよくわかんない飛び方した。よし、じゃあ適当に着地。この辺でいいかな。この辺探そう。それをね、ほとんどみんな最も使ってるね、パースリミットアンロックしてるやつ。そういうのがパースリミットとかあるんだ。100パーツ超えられるやつ。そうなんだ。みんな100パーツ超えるモッド入れてるんだ。確かにモッド使えば早いっすよね。そっか。で、いろんなグリッチビルド。なるほど。グリッチ覚えるのはまず一つとして、そっか、モッド使えば話は簡単なんだな。モッドか。あら、佐藤さん、参加します。ありがとうございます。助かります。よろしくお願いいたします。合流早い。ありがとうございます。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。本日もお世話になります。ありがとうございます。本当に助かる。コルベットパーツ一人だと集めるのすごい時間かかるでしょうから、本当に助かります。僕も負けないようにいっぱい集めなきゃ。絶対みんなの方が効率よく集められると思うから、負けてられない。一生懸命集めないと。よし、次行くぞ。絶対負けないぜ。気持ちだけ強く。絶対負けないぜ。1200、1400。後ろにもあるかな。後ろにもある。800。そっちがいいな、じゃあ。ここなんか引っかかるんだよな。合わせらんないんだよな。真後ろなんだけどな。もう。これ。この、合わせられないやつ。もう。邪魔。船の中にいろいろ積んでるのがすんごく場所取る。後ろ向きます。止まります。船の中一回降ります。で100パーツだけなので、そのぐらいで大きいとかかっこいいコルベットとか無理ね。確かに。やっぱり数多ければ多いほど、情報量が多くて複雑なコルベットが作れる。その方がかっこよくなる。かっこいいの作りたいよな、本当は。かっこいいの作りたいな。OK。創造性 F。上に同じく。なんか創造性、建築物自信ない2期が今日は多い気がする。自分もどうなんだろう。やってみないとわからないけど、ここでご注意。この辺か。注意事項あり。当たってるかこれ。当たってない気がする。もうちょっと近づくか。浮島の真下はまあまあしんどいな。いやー、うまく当たんないな。効率はちょっと良くなさそうに見える。アドラさん、グリッチ使ったのが多すぎるとか、パーツ多すぎるとか、アノマリーを入ったらラグすぎる。重たいんだ。まあでもそうっすよね。データ量が多くなりすぎないように上限あるんでしょうから、その上限をね、無視していっぱいパーツつけたら、やっぱりみんなで遊ぼうとかした時にだいぶ辛くなるんですよね。
一長一短っすね。ソロで遊ぶんだったらそれでもいいんでしょうけど、でもノーマンズスカイ自体はね、みんなでこうやってわちゃわちゃっと遊ぶ方がきっと楽しいでしょうから、じゃあやっぱモッドはいいかな。使わなくてもモッドなしでも楽しめるし。佐藤さん、おお、やべえ船で参加するとこだった。気になる。やべえ船気になる。デザイン的な意味、性能的な意味、秘蔵っ子ってこと気になる。次回の楽しみに、次回の楽しみに。こっちの方高に1200ぐらいの距離のところにあった気がするから、こっちで2つぐらい集められるといいな。それは変な話。1400 1400、足元とかに行っちゃうともう逆にスキャンしづらいんだよな。正面でいいか。正面のやつを行こう。いやー、ほんとスキャンしづらい。これもうちょっとうまくいかないかな。オッケー。アズラさん、私5個コルベット作って多すぎ。もうたっぷりですね。なんか4台とか5台ぐらいまで作れるんでしたっけか。アズラさんすげえ、さすが。さすがっすね。やっぱやってるだけあるっすね。さすが。僕も早くそのいわゆる大ベテランの域に行きたいっすね。肩を並べたいな、いずれ。アズラさん、いえ、ただやりすぎてる。人はそれを大ベテランと呼ぶ。それをデーベテランと呼ぶ。孫悟空なまりでデーベテランと呼ぶ。でもただシンプルなアイデアだけ。コルベットって本当あれですもんね。その性能を追い求めるもよし、好きなデザインを追求するもよし、これだけでも結構遊ぶ要素いっぱいあるですもんね。よし、頑張れ頑張れ。回収。当たれ。オッケー。よし。さあ次。近くにあるかな。あれなんですよね。空が明るくなってくると、そうこんな感じでアイコンが違う。そういうことじゃない。違う。着地じゃない。もうやんたこったミルクティー飲もう。うまし。いつも操作ミスする。こっちだ。でちょっと席から離れてスキャン。こうしないとマークができないから、ちょっと離れて。これがコツ。大事。この辺でもちゃつく。なんかこの辺のね、なんでもないところでもたついちゃうのがね、時間のロスもったいないですよね。悲しい。なんか今見たことない。塔がある。なんだっけ、通信塔だっけか。こんなのあったね。OK、足場あったな。最近ここ来てないな。よし、次。パンダさん、リンドガードさん、フェーズビーム集まったの？そうか、フェーズビームがいいって言いましたっけ？確かにフェーズビームもう使えるのであれば確かに変えたいかも。フェーズビーム実は集まりましたよっていうことであればぜひ教えてください。もう早速僕のコルベットに搭載してなんかずっと僕ピュ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 ンってなんか命中率の低い感じで集めてるので、ちょっと効率を上げたい感じがあるっす。そのパーツは確かに欲しい感じはあるかもしれない。フェーズビーム、いやー、でもこんなことだったらやっぱ事前に集めとけばよかったな。コルベット
あんまり優先的にパーツ集めたりしなかったから、今思うとちょっと後悔ですね。もっとやっとけばよかった。4個欲しい。4個あれば確かに。4個丸々装備すると多分最速になるんですかね。そもそも自分今4個集まってるかな。ちょっと見てみるか。そういえばなんかビーム用のパーツとか全然出てこない気がする。サイクロトロンなら。サイクロトロンでもいいんでしたっけ？違いが実はよくわかんないんですけど。あ、そういえばデッドアイキャノンつけたのに使ってなかった。これ使ってみよう。せっかくなんで、デッドアイキャノンを使ってみるやつ。スキャンして、スキャン。場所をスキャンします。わあ、モジュールがいっぱい落ちとる。それも欲しいっちゃ欲しいけど今じゃない。見当たらないかも。もうちょい先かも。それはショットガンかも。それはショットガンかも。ショットガンは違うか。ショットガンは違ったか。いろんな武器いっぱいあるんですね。1069。こっちに行って、ちょっと武器が試しに撃ってみるか。ポジトロン。こんな感じか。どうなんだろう。試してみよう。いや、意外といいかもしれない。意外とこっちの方が雑に当たって早いかもしれない説ある。試してみよう。ほら。あれ？こっちの方早い。あれ、こっちの方早いぞ。あれ、ショットガンの方早いぞ。思ったよりいいかも。早かった、今。あれ？ちょっと発見かも。ちょっと今もう一回やるからちょっと見ててほしい。なんか今思ったより早かった。マーキングして行くじゃん。行くでしょ。行ってで合わせて、でそれに向かってオーバーヒートでも早いな。いや早い。でもさっきよりは絶対早い。効率上がったかも。思いのほかショットが良かったかも。意外な結果。ちょっとしばらくこれでいこうかな。思ったより雑に。モジュールつければもっと長く打てるよ。モジュールもっとつけた方がいいか。枠がね、ないんですよね。拡張してないから。そっちの拡張も本当はやっていかなきゃいけないけど、あれですよね、なんかメインにしたいおニューのコルベット作ったらモジュール作る枠もガンガン増やしていきたいですよね。そうすると増やしていきたいかも。いや、いろいろやっていかないといけないですね。そっちか。そっちが1200。もっと近いところにあるかな。こっちが1200。一緒か。引っかかるな、また。引っかかる。やだ、引っかかる。OK。でもやっぱりモジュールはどっかのタイミングで出たい感じはあるな。この角度だと木が邪魔になるから少し回り込んで、あまり変わらんか。いや、オーバーヒートしても回復早いぞ。やばい、当たらん。これ地下かもしれない。これコンテナ多分地下にあるな。じゃあここはスルーしよう。諦めよ
もっと別のところを探す。まだまだいけそう。まだまだいける。まだまだいける。よし。お、よし、宇宙ステーションで合流する。了解です。じゃあ僕も宇宙ステーションに行きます。合流。今会いに行きます。レッツゴー。おい。飛びます。飛びます。飛びます。お、アザラさん、じゃあこっちもイココルベット見せるね。やったー、お願いします。コルベット見たい見たい。前に話してたやつ。これからコルベット自分でも作るにあたって、いろんな人のコルベット間近で見れるのは本当にありがたいですね。いろいろ勉強したいです。よいしょ。到着。着地。ズドドンドン。よいしょ。おお、かっこよ。佐藤さんのもかっこいい。いいな、いいな。かっこいいな。改めて本当今日もありがとうございます。よろしくお願いいたします。いいな、かっこいいな。スペクターさん、おお、かっけえ。ねえ、めっちゃかっこいいよね。いいな。ありがとうございます。佐藤さん、本当ありがとうございます。助かります。嬉しい。早速パーツを預けていこう。今どのぐらい枠あるだろう。まだ受け取れるか。受け取れるな。あと自分のここ埋めちゃうと、でもあれか、受け取れなくなるのか。アイテムもうちょっとしっかり整理した方がいいかな。お、あずらさん、ありがとうございます。助かります。感謝でございます。じゃあ自分を預けれるのは順々に預けつつですね。どんどん預けていきたい。佐藤さん、少ないけど渡しました。ありがとうございます。確かに受け取りました。今保管させていただきました。いやー、ほんとありがたい。やっぱり集まるスピードが全然違うですね。なんか急激に効率が上がった気がする。ストレージ十分あるの？いっぱいあるよ。ちょっと待ってくださいね。今ストレージが多分ですね、ストレージが少し足りないかもしれない。1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14 枠で言うと14枠しかないので、ちょっとどうしよっかな。ちょっとアイテム整理しないと。ちょっと待ってくださいね。もったいないけどいいか、これも。いいや。大した額にならないし、これもばらしちゃおう。OK、開いた。お、サイクロトロン、ありがとうございます。助かります。ありがとうございます。パンダさん、ありがとうございます。本当に助かる。いやー、感謝でございます。嬉しい。アジムス級リアクター。なんか初めて見るかもしれない。アジムス級っていうのは。いやー、ありがとうございます。パンダさんも、アズラさんも、本当ありがとうございます。でも早速、受け取ったのからどんどんしまっていきます。
ガンガンしまっていって、貨物スピアこれ初めて見る。こっちはまだまだよ。なんかすごい次々。燃料棒。こういうのもあるんだ。お、アンバサダー級コックピット。アルカディアスラスターかっこいいこれ。工業用ジョインと、船体接続部。このロックホッパーウィングモジュールみたいな。あ、これじゃない、これか。なんか、この、プロペラモジュールみたいなやつが、なんか、グリッチに使うみたいなやつを見た気がする。あと何でしたっけ、これか。この、軽い足場。この足場がなんかめちゃめちゃ、大事みたいなことを聞いたので、これも集めたいですね。今まだ2個しかこれが手に入ってないんで、なんかいろんな方の動画見てると、これをなんか5個も6個も使ってパーツをずらしてるイメージがあったんで、こっちはまだよ。早く修理して。了解です。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと早速船直してきますね。早速では、お船をお直し遊ばせてまいります。武器をいい感じに装備して、よいしょ。ホイバー。これですね。サイクロトロンとインフラナイフ。これ両方つければいいんですかね。とりあえず両方つけたい。まあ、どこでも。なんとなく左右対称につけて。で、インフラ。なんかもう適当にこの辺に左右対称につけて。もう一個つきそうだからつけちゃおう。なんか真ん中につくから真ん中でいいかな。真ん中でいいや。OK。ありがとうございます。素晴らしい。これで性能が爆上がりしたことでしょう。どうしよう。ちょっと待ってくださいね。ちょっと手元のアイテムちょっと売っ払ってきます。ちょっとかさばってるんで少しもうちょっと枠広げてきます。あまりにも荷物がちょっと整理されてなさすぎる。ちょっとこの感じだとまあまあきついものがある。アイテム売却。売っちゃえ。なんか半端にあるものとか売っちゃえ。あとは全然後からたくさん回収できそうなものとかも売っちゃう。あ、やべ、瀬戸級リアクターそのまま持ってた。いざ売ろうと思うと扱いに困るものばかり。一回荷物全部下ろしてきてもいいのかな。こうやって見ると違うな。そっちに荷物全部下ろせば早いか。そうしよう。コルベットの中に貨物あるからそっちにやろう。それ私3個あげたよ。あれ本当ですか。3個。ちょっと待ってくださいね。なんか途中で受け取ったのがまだ2個ぐらい。あー、これだ。レッグとシールドとリアクターとリアクター。多分今3つつけましたね。あ、ゲルゲリさん、ただいもお帰り。お帰りなさいまし。今多分コルベットの方にこれディフェンスキャノン。もう1個つけなかったっけ。俺なんか、ある。これ。いやー、つける場所があれか。いろいろダブってるな。意外とでも、収まってるっちゃ収まってるのか。この辺ちょっと整理整頓したいか。ちょっと一回整理整頓しますね。テクノロジー保存して、で、順番をちょろっと変えての、どれが邪魔だい？これかな？これがちょっと邪魔かな。で、これを、こうして、で、こうすると良いのでは。ふむ。で、今外したこいつ一応つけといて。よし、じゃあこれでいきます。
わあ、また受け取ってる。ありがとうございます。すごい数。めっちゃある。すごい数受け取ってる。あ、すごい。大変なことになっておる。これは大変なことになっておる。すげえ、こんな短時間でこんなに集まるのか。すごい、なんて効率の高さ。いや、本当に頭が上がらないっす。いやー、すごいことになっている。一瞬でこんなに。一瞬でこんなことに。すごい。なんてこと、すごい。映せるのかな。だんだん映していきます。だんだん映していきますよ。すごい数や。一瞬じゃ。ガンガン映してガンガン映して。やばい、負けてらんないと言いつつも勝てる気がしない。集めるのみんなめっちゃ早い。効率良すぎ。すごい。よし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 。ちょっと待った。これは積載量拡張もらってる。ほんと何から何まですいません。ありがとうございます。申し訳ない。申し訳ないです。これ使っていいの？これ本当に使っていいの？これそういうことですよね。60個もいいの？そうですね。効率上げた方がいいですよね。あざらさん、それはね、これですね。宇宙シップのスロット追加できるよ。ありがとうございます。じゃあちょっと、いや、ほんと申し訳ない。こんな高級品もらってしまって。そしてご迷惑おかけできないんで、これ使っちゃいますね。効率を上げていきます。いや、本当にありがとうございます。これパンダさんからですね。パンダさん、ありがとうございます。広げたまえ。承知いたしました。広げさせていただきます。これ広げるのに、こっちでいいのかな？こっちでいいのかな？これですね。これで拡張すればいいですよね。では、いざ拡張いたします。いざ参ります。順番に開けていきます。5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。全部使っちゃっていいのかな。あ、これでマックスか。これでマックスか。ああ、まだあるや。19、20。拡張上限があるんだ。ああ、これでマックスか。了解です。上も増やせるんだ。テクノロジースロットと使ってね、了解です。じゃあこっちも使っていきますね。お言葉に甘えてガンガン使わせていただきます。ありがとうございます。上じゃないの？これ優先順位上の方が。これ今、でも状態的には全部いけたんですかね。これって、ちょっと間違ったか？今の状態で拡張が今の宇宙船クラスのマックスまで開きました。ありがとうございます。結構枠が今5つ空いたので、ここでなんかいろいろと最できそうな感じはありつつ、でも一旦はいいのかな。何つければいいかわからん。あたらさん、これチャート、チップのテクノロジースロットも最大にして追加武器をつけてね。そうするともっと煽られる箱ね。どういうこと？どういうことだ？もっと効率が上がるってこと？あれですよね。スロットが空いたからコルベットになんかいろいろくっつけて、その辺の性能を上げていくって話ですかね。現れるかもね。
そういえばあれがまだ出尽くしてないですよね。チャージスロットみたいなところが。何つければいいんだろう。ポジトロンモジュールとかランダムのモジュールをつけて最大限まで。モジュール了解です。今だと何がいいんだ。今つけたのがこれですよね。サイクロトロンインフラナイフ、この辺がいいと。どっちがあるだろう。サイクロトロンかインフラナイフのがあれば。どれなんかあった気がする。あった。サイクロトロンある。よし、購入。サイクロトロンは今1枚だけかな。ロークラスモジュールもいいものよ。あとコルベットもっと新しい武器をつけたら、やっぱいろいろランク上げてもっと枠広げてしまうのもいいんですかね。ドライブモジュールとかは一旦大丈夫か。キャノンモジュールも一旦足りてて、フェーズビーム、これか。フェーズビームも一旦つけてみた方がいいのかな。一旦つけてみよう。後で破壊して商材になるし、確かに後でねナノマシンに変わるっすからね。ポジトロンも買っとこうOK。 じゃあこれでつけてみよう。インストールじゃい。インストールじゃい。ガンマ線、これやっぱりちょっと場所はあれしないとダメか。少し配置を変えてあげないといけない。これとそっか、これフェーズビームは関係ないやつだ。買わなくてもよかったか。ちょっと失敗したか。ちょっと失敗。フォトンキャノンだけなんかこのまま出番なさそう。それは後でとりあえずいっぺんモジュールつけてね。了解です。場所は後で考えよう。了解です。一旦じゃあこれでいいですかね。とりあえずこれでも必要なものは全部ついたので、今からの捜索には多分差し支えないと思うので、このまま行きます。行きましょう。今行きます。今アイテムいいですもんね。よし。まだまだもっともっとまだまだもっともっとスロット最大まで。ふむ全部埋めちゃった方がいいって感じですかね。待って、了解です。一回そこ合流しますね。じゃあ一回船のとこに行きます。いる？船のとこいるかな。 C とか B とか。了解。本当にあれなんですね。とりあえず全部埋めちゃった方がいいってことですね。とりあえず埋め信じて了解です。じゃあちょっとどれだっけ。ポジトロンじゃなくて名前がねパッと出てこない。サイクロトロンかポジトロンかインフラかどれでもいいのか。 C で買って C でもいいんだ。
どっちもポジドロンだな。じゃあポジドロン買っちゃうか、とりあえず。ポジドロンとフォトンキャノン。まあ B も買っとくか。迷ったらとりあえず買っとく。後でシビを破壊する。なるほど、了解。こうのとりあえずの装備。とりあえず装備。ポジトロン。ポジタラーン。で、サイクロトロンもあるや。サイクロトロン。よし。じゃあ一旦これでいきます。よし。いいかな？ついたかな？コルベット作る場所へ戻って了解です。戻ります。はい。あ、佐藤さん OK です。渡しました。ありがとうございます。すいません、僕がなんかもちもちやってる間に申し訳ない、進めていただいてありがとうございます。わー、いっぱいだー。ありがとうございます。やった、足場もある。嬉しい。これは嬉しい。よし、じゃあ移していきますね。やばい、自分全然集めてない。全部任せっきりになってる。やばいやばい。また国数、あれですね、任せっきりモードに入ってる。やばいぞ。もっと仕事しないと。やばいやばい。もっと働かないと。自分のコルベットのまだない武器をつけてって。了解。了解です。これ、そっか、つければつけるだけいいのか。つければつけるだけ良いと。そうすると、サイクロトロン。同じとこつけれるかな？つけれそう。よし。で、あとは、ナイフ。見た目のみって書いてるけどどうなんだろう。そうか、各それぞれがいっぱいついてればいいのか。これはソーラーミラーとかパーツ部品が足りなくてつかない。あとまだつけてないものなんかあったっけかな。魚雷か。これも適当になんかくっつけて。これをやることで攻撃力が上がっていくんですよね。一旦攻撃力は上がっていくと。なんかそれっぽいとこにつかないかな、これ。最大3つの効果は最大3つまで。なるほど。じゃあ一応そのつけるだけつけたら、これで効果最大ですね。これで3つなんで OK。 そうすると今これで最大かな。了解です。 OK。 じゃあ確認します。はい、こんな感じ。今魚雷が3つで、1個多かったかな。これで移送ビーム3つのサイクロトロン3つで、インフラナイフが3つついてるけど、いいですね、3つ。一応つけれるものは、インジェクターポジトロン、レッドワイが1個。デッドワイはでも仕方ないな。まあ、ほぼほぼいいのではないでしょうか。
テクノロジースロット、新しいスロット開放した。あ、本当ですか？これ開放ささってる？そうか、パーツが増えると増えるってことか。ということは、こっからさらに増えるってこと？ということは、こっち来て、最大4ラインだけ、今新しい5ライン現れる。あー、そういうことか。あー、なるほど。なるほど、なるほど。1、2、3、4ラインのところが今5ラインになったと。ほう。チャット？チャットが何かあったっすか？チート？あ、これチートって読むんですね。英語は苦手で申し訳ない。こういうチートなんですね、これ。本来4ラインのところを5ラインにするチート。これ覚えとこう。で、これこのまま解放しちゃえばいいんですね。これで最大6まで。すごっ。みんなこれやってるんですね。おー、すごい。いや、ありがとうございます。これも、あれですね、教えてもらわないと分かんないとこですね。やっぱいろんな仕様あるんだな。よし。もっと欲しいならもっとモジュールつけて。どうしたらいいんだろう。一旦でもこのぐらいで創作には足りるっすかね。多分全部つけてもいいけど、この後パーツ揃ったらこのコルベット自体もっと大きくしたりすると思うんで、その時にまたモジュール探しするのもありかもしれないですね。どうしよう、スロット増やすのはまた後でいいかもしれないです。ちょっと6まで増えるんですね。6まで増える。あと1増やせる。ってなると、このドライブも全部つけて、あとはこの辺のポジドロンも探してつけて、デッドアイキャノンもあともう2つ作ってつけてやる感じですね。了解です。新たな目標が生まれたっすね。アズラさん、もっと欲しいならもっとモジュールつけて、その後はもう使わないモジュールを消してって感じで了解です。アズラさん、ではでは少しコルベット見せて一旦落ちる。あ、了解です。いや、本当に今日はありがとうございます。何から何まで助けていただいて本当にありがとうございます。コルベットどこに出します？見たい見たい。ワープした方が早いか。ワープした方が早い。ちょっとアズラさんのコルベット見て。よいしょ。ここ。でーん。じゃん。じゃあ、失礼します。おー、ほほほほ。じゃあ、こっち側から。正面側から。あ、そう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 。このサイドのこのパーツ使いたいんですよ。このカプセルが3つついたような、この翼パーツ。これが気に入っててこれ使いたいんですよね。おー、ほほほほほほ。めっちゃいい。方針が埋まってる。あー、すごいいい感じ。これも、うまいこと埋めてる感じのやつですか？はえー。これはちっちゃいやつ。はえー。お、ガラス。これよく乗ってもいいですか？ちょっと、羽んとこ、乗らせていただきますね。失礼します。おしゃれー。めっちゃいいな。こういう風なガラスの使い方するのありなんですね。これが、数としてカウントされてないんですね。おー。
これ便利だな。ガラスすごい便利。あ、これもグリッチでここにまた1個埋まってるんですね。あ、中も入っていいですか？やった。じゃあちょっとお邪魔します。中も見させてもらいますね。参考にさせていただきます。この辺もなんかパーツ貫通してですね。いや、間違ってパンツって言っちゃったお邪魔します。いいっすね。あ、ベンチもある。ヒーターもある。あ、照明もある。おほほほ。ほー。あ、ベッドもある。あ、ベッドも設置するとこんな感じになるんだ。おしゃれ。めっちゃいい感じ。あとなんか見たことない装飾パーツもチラチラっとあるな。これとかも初めて見る。これも装飾なんだ。おしゃれだこれ。まあ、生のやつはデコレーションです。これデコレーションなんですね。あれ、操縦席。操縦席はまた別のとこから入る感じですか？こっからは入れないんだ。ほうほうほう。あ、こっちか。階段か。こっち。おー、広い。後ろもガラス。めっちゃいい感じ。広いな。さらに上にも行ける。幅違うのでデザインも違うよ。ははははは。確かに。出入り口の形自体が違うっすもんね。おー、全然やっぱ雰囲気変わるっすね。ちゃんとあれですね。共同探索のステッカーも貼ってるっすね。換気扇がすごい自然な感じでついてる。これって装飾パーツの換気扇かな？いい感じ。いい味出してるな。栄養プロセッサー、キッチンがここにあって。操縦席違うの使うとなんか広さも違うですね。こうやって見ると。やっぱこれいいですね。そのガラスで両サイドが開けてるのがすごい。宇宙船の中が広々としててすごいいい感じ。もう一つ上もある。植物もいいな。いいっすね。栄養プロセッサーもいろんな種類あるっすね。あ、すいません。ありがとうございました。お、でかいやつ見せるね。お、でかいやつ見たいっす。じゃあ一旦降りますね。一旦降ります。一旦横に離れます。かっこいいな。やっぱりグリッチ使ってうまいこと埋め込むとやっぱ収まりすごくいいですね。いい感じ。めっちゃいい。これもでかいですね。ちょっと全体を見たいぞ。でかい。あ、すげえ。正面から乗れるのいいな。あ、これめっちゃ便利。前からも後ろからも乗れるんだ。これは私のオタマジャクシ船です。へえ。オタマジャクシなんですね、これ。おー。僕あれなんですよね。この機体の前方、頭の方が大きくて後ろがシュッとしてる形を作りたくて。そう、これイメージ近いかも。このバランス好きなんですよね。また横の方が。じゃあちょっとまた中お邪魔しますね。お邪魔します。まあその形で作るからね。これめっちゃ素敵。これいいですね。あ、いい感じ。出入り口のところが資材置き場にもなってる感じがすごくいいですね。で、運転席が、操縦席があって、ベッドがあって、おしゃれー。すごい休憩スペースもある。あと植物がいいですね。配置がめっちゃいい感じ。テーブルのデザインもこれ、そっか、その区画の選択によって変わるのかな。なんか他のところの区画についてるのと A プロセッサーのデザインが違う気がする。これはデコレーションつけてないんですね。
デコレーションなしでもこういう感じになるんだ。すごいな。ここはひとまずサイズですね。階段登る用。間違って降りちゃった。お、生成ユニットがあって、ユニットいっぱいある。結構実用的な感じですね。広い。そして視界も良好。こっちからも降りれる。ほいー。ほほほほ。広いなぁ。すごい広い。で、こっからも登れると。広い。ここもあれですね。その好きなデコレーションをたくさんつけることもできると。いいっすね。いや、コルベットって本当に自由ですね。下道もあるよ。ほう。下道あれですか？これですね。下道。ドリドリ。どこでしょう？横の空間も、やっぱり、選ぶ区画によってやっぱ形違うんですね。こっから出入りできるんだ。便利、これ。おー、これ便利っすね。これはちなみに場所が、そっか、後ろか。後ろの方の出入り口がこれなんですね。これ便利。これいいっすね。そっか、そういうこともできるんだ。あとあれですね、この地上からの高さも、こういう風にできるのがいいですね。めっちゃいい。佐藤さんすいません。ありがとうございます。本当申し訳ない。ありがとうございます。結局全部やらせてしまって申し訳ない。本当に。アザラさん、自慢のオリジナルデザインですからね。いや、これはめっちゃいいです。めちゃめちゃかっこいいですよ。めっちゃ素敵。いや、パーツいっぱいでありがとう。ありがとうございます。嬉しい。やっぱみんなすごい集めるのすごい早いな。一瞬でいっぱいになってしまう。すごすぎる。こっちはまた、おたまじゃくしバージョン2。また違うやつですね。もうちょっとだけ見てもいいですか？もうちょっとだけ見てもいいですか？ごめんなさい。この辺がまたちょっと違う。こっちの方がスッキリしてる。中身が違う？外身が違う？でもまだロードしてないかも。ロード中か。了解です。なんか上のウィングの形が違う。ジェット機構付き。できた。読み込み完了ですね。上の翼のところのデザインがまた違うんですね。正面から見よう。パンダさんも到着。もう接続されてないのもいいな。かっこいいな。それもやりたいな。みんなエーロンパーツをすごい使いこなしている。ウィング付き。飛びます。上から見たシルエットいいっすね。いいな、かっこいいな。これがラスト。了解です。このコルベットは少し面白い話がある。海外の友達がコックピットどこなのってなってて迷うんすね、中で。確かに外から見た時にコックピットがどこかちょっと分かりづらいですね。これか。コックピットでも意外と近場にあるんですね。ここか、コックピット。あれですね、コックピットのアクセスはでもいいですね、近くて。やっぱでかいですね、こうやって見ると。中の構造は大体一緒ですかね。すげえ。いいなぁ。こういうでっかいの作りたいなぁ。
やっぱでかい船は憧れるっすね。うん。横から見える。そうですね、コックピットがなかなか見えないっていう。いやー、いい感じだ。あ、尻尾が違う。あー、さっきのやつは、1号はこのエーロンパーついてなかったっすもんね。ああ、蓋もついてない。ああ、デザイン違う。ほんとだ。参考になる。ちょっといろいろ真似させていただきます。あ、あつらさん、よし、今日もありがとね。いや、こちらこそ本当にありがとうございましたら、もう何から何までいろいろ、力をいっぱい貸していただいて、本当にありがとうございます。また一個コルベットあるので、そのうち、そのチャンスがあったらまた見せるね。了解です。楽しみにしてます。その時はまた、はい、また同じ感じで見せてください。よろしくお願いします。佐藤さん、パンダさんとコンセプトと作りが被ってる。まさかのネタかぶり。本当だ、被ってる。あ、あずらさん、本当に今日はありがとうございました。いや、今日は本当にお世話になりました。またよろしくお願いいたします。いやー、本当にいっぱい助かりました。ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。いや、もう本当にもういっぱい助けてもらって、もう本当に感謝っす。だってまだ日付変わってないですからね。いやー、日付変わってないのに、こんなにパーツいっぱい集めてもらって、あずらさん、ペコリ、こちらこそ本当にありがとうございました。本当にありがたい。いや、本当にありがたいです。パーツがありがとうございます。じゃあちょっといただいたパーツどんどん閉まってきますね。収納。佐藤さん、あずらさんお疲れ様でした。本当にお疲れ様でした。あずらさんありがとうございます。早速いただいたものからガンガンしまっていきます。そうそう、このあれですね、このアンバサダーヘビーブースター、このビジュアルがすごい好きなんですよね。いただいたものからガンガンしまっていく。あつらさん、はい、何があったの？なんでもないですよ。特に何も変なことは起こってないから大丈夫ですよ。なんか佐藤さんとパンダさんのコルベットがデザインが被ってたっていう話。それじゃなくてそれじゃなくてまた見たことないパーツだ。小さな通気口。これも僕初めて見るパーツですね。まだ見たことないパーツいっぱいあるな。今日初めて見るパーツだと、重い足場は前からあったかな。それこそこのインフラナイフに関しては今日見つけてもらって初めて取り付けたんじゃないですかね。こういうキャップとかも、このランディングスラスターとこれとかも1個しかなくて困ってたんですよね。あとサイクロドロンとかも今回見つけていただいて、今回これで初めて装備したので、いや、コメントの方でもあずらさん、はい、お疲れ様です。ペコリありがとうございました。また、はい、また何かあれば助けていただけると本当に助かります。またよろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。はい、ゆっくりお休みください。いや本当に今日はというか本当いつも助けてもらってばっかりですごい集まったっすね。今まで1個2個ずつしかなかったのが5個とか10個とか。これはすごい。これもまだ初めて見る。タイタンウィングモジュール。初めて見るパーツすごいいっぱいある。本当にありがとうございます。またあれかな、ちょっとまたアイテム整理が必要か。これもかな。これも
これもドン。OK。よし。じゃあ、いろいろ教えてもらったので、僕も、アイテム回収、やっていきます。僕も仕事しないと。全部やってもらってるから、そろそろ仕事しないとまずい。今、武器に関してはもう3つついてるのかな。いや、違うな。つけてなかったパーツがまだつくのか。どれだっけ。なんかまだ3つついてない武器があった気がする。あ、でもあれは違うのか。あれは自分で作る武器か。なんかそんな気がする。空気清浄機とかもある。こういうパーツもあるんだ。初見パーツいっぱいある。すごっ。これすごいな。あ、これか。これじゃないか。あ、パンダさん、了解です。ごめん、そろそろ仕事の準備するからこれにて落ちます。パンダさん、今日もありがとうございました。ご協力感謝です。本当に今日はいろいろありがとうございました。積載量のアイテムまで一緒にいただいてしまって、本当に頭が上がらない。なんかよくわかんないところに変なパーツつけて、乗り込めなくなってしまった。乗り込めない。直さなきゃ。もうよく見ないでパーツつけるから。いや、パンダさん、今日もありがとうございました。またよろしくお願いいたします。お仕事頑張ってくださいね。お疲れ様でした。そうか、これからお仕事なんですね。いやー、お仕事ファイトでございます。じゃあちょっとこれ外してというか、配置を少し直して、ここにつくじゃないか。これがあれか、例の被る場所か。ここにつくとダメなんだ。よいしょ。なんか塩梅のいいとこにつけたいな。もうつく場所ないか、もしかして。もうつかないかも。もうつかないかも。なんかうまくいかないかな。この辺の株とかにつかないかしら。もう無理か。もうつけれる場所ないのか。どうしたらいいんだろう。なんか適当にパーツ生やしてそこにくっつければいいか。諦めて船の後ろ1個伸ばすか。その方がいいかもしれない。いい機会だ。船の後ろ1個伸ばそうので、こいつを消去して、で居住区を1個伸ばして2個分でいいか。1個分だと話違うのかな。これ何かと思ったけど、これ中の壁とかがこれに書いてあるんだ。サンダーバード級、アンバサダー級、なんか1個ずれでつく。ぞ。逆にまっすぐつかないぞ。おやおや、まっすぐつかないぞ。まずいかも。壊しちゃいけないもの壊したかも。これどうしたらいいんだ。やばい。謎グリッチが発動してる。うまくつかない。なぜ1個用がダメか。もしかして2個用だったら普通につくかしら。ダメかも。うまくつかないかも。いや、ついた。これでいけない。何がどうなってるんだってばよ。これダメか。アクセスウェイつけなきゃダメ。元に戻ってしまった。
ちょっとコルベットいじるの下手かも。この状態からパーツ集めに早く戻らんと。普通にこれにするか、ついでに。でもうこれでお、なんかつくぞ。これで良いのでは？これで良いのでは、もしかして。なんか不思議なところに1個ついたな。反対側にもつくか、これ。あ、反対側にはつかない。何が違うんだ、これ。あ、思うようにいかない。思うようにいかない。でもなんかわけわかんなくなってきた。何かを間違って外したっぽい。インフラナイフ間違って外してるっぽい。違う、インフラナイフじゃない。有色アンプを間違って外してるっぽい。違うな。ディフェンスキャノン間違って外してる。ってことはディフェンスキャノンを1個つけなきゃいけない。いや、わからんことが多すぎて話が進まん。これでいいな。これでいいな。これで必要なものが全部ついたと思います。多分ついた。123123123123123了解。これで OK。 よし、じゃあ大変お待たせしました。今からまた合流します。よいしょ。よし。いや、佐藤さん本当に申し訳ないです。佐藤さん一人に今仕事を押し付けて、自分はコルベットいじりに勤しんでしまって申し訳ない。合流いたします。よいしょ。よしと。よし、紙質到着。では早速続きをやっていきます。さあ、いろいろ装着した武器の数々がどんな感じになるか楽しみですね。よしと、じゃあ検索かけて早速近くにコンテナ発見。おいで。じゃあまあ最初はこれがポジトのさっきのやつ。これがインフラナイフ。いわゆるマシンガン的な。で、みんなのおすすめがサイクロトロン。これがサイクロトロン。で、ランチャー。レーズビーム。もうすぐ増えたな。じゃあインフラナイフ使ってみますか。よいしょ。確かに速い。速いかも。速い気がする。よし。じゃあもう一回近場を検索して
あ、そこにもあるじゃん。素晴らしい。で、次が、サイクロトロン。ああ、サイクロトロンこんな感じか。はい。これ多分、船にくっつけるくっつけ方が、ちょっとうまくなかった。真ん中に集めれば、もっと弾集まりそう。なるほど。やっぱコルベットパーツ回収用のデザインを考えるとすごく良さそうに見える。なるほど。コルベットも奥が深いですな、こうやって見ると。目的に合わせたデザインというのがいろいろありそう。突き詰めればなんかいくらでもありそうに見える。よいしょ。よいしょ。あるかな。1200。はいと。パンダさんの宇宙船が星に残っとる。そういう感じになるのか。ロケットランチャーちなみに。ああ、ある意味一瞬だ。やっぱオーバーヒートするから2発で行くっちゃ行くんだ。やっぱり好みによるとこは多そうだなと感じつつ、次がちょうど良さそうな場所。見えないアイコンがいた。よし、 OK。 飛びます。飛びまして、止まりまして、狙いまして、撃つべし。撃つべし。 OK。 インフラナイフもいい感じかも。よしと。で、次。検索。近場には見えないか。意外とアイコン薄く空にかぶって薄くあったりするんですけど、見逃しちゃうんですよね、薄すぎて。よいしょ、ファイヤー。今度こっち行ってみよう。この辺でいかがか。やっぱ自分の拠点に近づいていくと、もうちょっと取り尽くしてるから数が減ってくるイメージ。あとは下の方に結構いろいろあるのかな。どうなんだろうな。もうちょい飛ぶか。もうちょい飛びます。ギュン。あとはリアクターというかエンジンとかも少しいじったぐらいにして、もう少しスピードが出る船にした方がいろいろ楽かもしれない。いろいろやりたいことが増えてきますな。よし、800メートル。
すぐそこ800メートル。よいしょ。ここです。よいしょい。あとはやっぱりもっといろいろくっつけて放熱とかを改善して、もっと長時間武器を打ち続けられるようにしたいところですね。すぐにオーバーヒートしちゃうからな、あんまりよろしくない、そこは。よし、 1.3 キロ参ります。よいしょ。そしてそっちから打った方が良さそうかな。ちょっと追い抜いて後ろ振り返って、あれどこだ。見失ってしまった。やばい、今日いつにも増していろいろ不器用かも。今日はちょっとあまりにもこう点度が悪いというか、うまくいかないですな。 OK。 よし、次。やっぱりあれか、栄養ドリンク、エナジードリンクがないからか。活力が足りない、パウワーが足りない、パウワーが。この辺取り尽くしてるな。遠くに飛びます。飛べ飛べ。で、自分の拠点からちょっと離れていくと。この辺あるかな。ちょっと低空飛行。はいと。ぐるっと見渡して追い越してるのでは、多分。そんなことはない。そんなことはないね。なかったか。ちょっと見当たらないね。見当たらないね。あった。よし。それでも1キロ。よいしょ。間違った。ああ、操作大いに間違える。ました。ちょっと武器変えるか。なんとなくポジトロンが速いポジトロンがなんかいっちゃん速い気がする。気のせいかな。近寄って打つならこの方が速いのか。一旦しばらくこれでいくか。でもいろいろ試せてみてよかった。やっぱ個性があるっすね、みんなね。どの武器にも使用感が結構あれもこれも違って面白い。で、各それぞれの武器を最終強化まで持っていくとまたきっと話変わってくるんでしょうね。これも最終強化までしたらまた役目が変わったりとか。あー、距離があると命中精度こんなもんか。いやー、やっぱなかなか微妙なところっすな。よし。お、1200。1260。
いい距離感。よいしょ。なんかこの方向に飛んでたら、なんか佐藤さんの今捜索してるところに合流しそうな感じ。方向が OK。 佐藤さん、武器の配置でも使い方が変わりますよ。やっぱ大事なんですね、ポイント。やっぱり多分弾を集めようと思ったら縦に並べた方がきっといいんですかね。やっぱり今左右に武器振っちゃってるから、それでちょっと弾がばらけてる感じなんですかね。やっぱりコルベット作るときにその辺も加味して、やっぱりちゃんとイメージ固めて作りたいですね。こだわりたい。こだわればこだわるほどやっぱ性能は突き詰められそうな気がする。もっといじりたいですね。この辺も取り尽くして、あ、まだあるな。1200、1.2 キロ。こちらでございます。よしよしよし。森の中ですな。近づいちゃおう。近づいて弾集めちゃおう。うん、近づくと早い。さすが散弾銃。よいしょ。よいしょ。埋没モジュールのこっちか。かぶっちゃうんだよな。874メートル。874。よいしょ。比較的近場にまとまってる気がする。この辺はありがたい。寄せて寄せて撃つ。うわ、なんか地下にありそう。これわあ、地下かな。あー、地下だな。せっかくだから取り行くか、地下まで。さっきは地下1個スルーしちゃったりしたけど、50メートル結構深いな。あ、洞窟ここから入るや。まさかの洞窟の生成失敗してる。塞がっとる。これやめよう。戻ろう。ここはスルー。まあでも50メートル程度なら掘ってもいいのか。36、30、28、27。意外と近い。こっから掘ればすぐっぽいな。よし。うん、意外とすぐだった。偉い。この距離で行けるってことは撃つ方向悪かったな。撃つ方向によっては多分そのまま行けたっぽい。よし、OK。次次次ちょっと飛ばないとないか。白だね。黄色じゃないね。黄色くないね。少し飛ぶか。少し飛んでから。山越えてからでいいかな。この辺でいいかなと。よいしょ。はい。検索。真下とかだと見逃しちゃうけど、まあそのパターンはあんまりないよね。遠くなしの右側も
ちょっと見当たらない。後ろもいいかな。なさそう。もうちょっと飛ぶ。もうちょっと低く飛ぶか。よいしょ。このぐらいの低さならどう？いかがでしょう？ふむふむ。見逃してんのかな。お、スペクターさん、明日も入るのでこれにて失礼します。おやすみなさい。はい、了解です。お疲れ様でした。今日もありがとうございました。明日に備えてゆっくりお休みください。お疲れ様でした。ありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。よし、今時間が23時41分。じゃあ、佐藤さん、今日の配信、0時までちょっとケツ決めましょうか。たまにはね、いつも時間制限なしで限界までいつも頑張っちゃうんですけど、平日の週の真ん中ですからね。はい、皆さん休める時に休んでもらった方が間違いないですから。しかも春先に向けて多分、これから忙しい時期でしょうからね。うちの事業所の方でも、僕が勤めてる場所が商業ビルなので、いろんな事業所さんが一緒に働いてるんですけど、やっぱり皆さん残業される方がね、2月3月とすごく多いので忙しいんでしょうね。やっぱりね、休めるとき休んだ方がいいですからね。間違いないっす。そんな中でいつも配信手伝ってもらってるんで本当にありがたいですね。本当に助かってます。佐藤さん OK です。ありがとうございます。いや本当にわがままばっかり言う配信者で本当申し訳ないです。ありがとうございます。よし OK。 アイテムを溜まっていく。あれ佐藤さん燃料切れですか？燃料大丈夫ですか？燃料なら多分僕もなんぼかまだ持ってるはずです。操作間違った。よいしょよいしょ。埋没モジュール、あ、こっちに2つあるな。じゃあこっち行こう。よいしょ。1個は730メートル。よいしょ。こうやって見ると近いんだよな。よし、そこだそこだ。 OK で次がまた700メートル。近所すぐお隣っすな。よいしょ。撃て撃て。早い。素晴らしい。佐藤さん、いえ、国風のエナジードリンク切れ、それあるかも。あるかも。いや、実際、ろれつ回ってないですもんね。なんか、自分でも、今日の自分元気ないなって思うっすもん。頭もなんか回ってないし。やっぱり、レッドブルとか、モンスターとかって、やっぱめっちゃ効果あったんだなって。今めっちゃ感じてます。でも最近あれだったんですよ。毎日のように飲んでたせいで、ちょっと体がだるかったんで、やっぱりエナジードリンク立ちを1回した方が体にはいいのかなとは思ったりはするんですけど、でもやっぱ配信には必須っすね。こうやって見るとね、エネルギッシュさが全然違う気がする。僕はあれなんですよ、配信終わった後に可能な限り自分の配信一から全部見返すようにはしてるんですけど、
多分今日の配信に関しては俺超元気ないって多分思う。こんな気がする。なんかいつもゲラ笑いしてるようなイメージなんだけど、今日あんまりゲラ笑いしてない気がする。あとあれですよね、自分で配信やっといてなんですけど、パーツのアイテム収集だけって意外と配信の絵面としては地味っすよね本当は。いや、なんとなく思ってはいたんですよ。配信見に来てくれてる人的には物足んない絵になるのかなーなんて、同じ絵が続くんで一瞬考えたんですけど、やっぱり当たってたかもしれない。さすがにちょっと間が持たなすぎるはあったかもしれない。悲しい。ちょっと悲しい。よいしょ。近距離だとやっぱりこのショットガンがめちゃめちゃ速くていい。今回の反省を生かして来週はちゃんとレッドブル買ってきますねちょっとさすがにこのテンションで毎回だと多分やっぱり僕があれっすもんね、一番喋りたくて配信やってる僕が元気じゃないとやっぱり見てる方も多分楽しくないですもんね。やっぱ元気にやっていかないと。ちょっと次回はちゃんと翼を用意してきます。レッドブルで翼を授かることをやっぱり毎回のルーチンに入れとかないと。佐藤さん、いや他のノーマンズスカイ配信さんもその辺を気にしてますが、やっぱ難しいとこっすよね。そうですね、ノーマンズスカイプレイヤーはそうですね、気にするっすよね。やっぱり一人で遊ぶってなったり、ただ遊ぶだったらあんまり気にしなくてもいいんでしょうけど、人に見せるとかなんかそういう風にちょっと方向性が変わると、そこはちょっとやっぱ話変わってきますもんね。難しいところ、それをどっちもやらなきゃいけねえってのがリーダーの辛いところだぜ。リーダーでよかったっけ、ブチャラティのセリフ映えとか気にしてないんじゃないですかね。でもそうかもしれない。ノーマンズスカイってそれ単品で映えを考えると、ノーマンズスカイで映え考えるとやっぱり建築とかになっちゃうですもんね。ただその建築とかに関してもよっぽどみんなと目標を同時に共有するとか、同じ方向性で足並みとか温度感みんな同じでいくっていうのをよっぽど意識しないとやっぱり難しいのかなとは思うですよね。配信って難しい。やっぱありがたいですね。配信と言いつつも純粋にゲーム楽しんでそれで一緒に遊んでくれる人がいるってのは本当ありがたいことですからね。本当にそういう意味では自分恵まれてるなって思うですね。こうやって一緒に遊んでくれる人がいるんで、本当そのおかげさまで楽しくノーマンズスカイをずっと遊べてるので、ノーマンズスカイ僕始めて今4ヶ月経ったんですかね。経ったぐらいなはずなんで、そうするとなんだかんだであっという間に半年は経過しそうな。しかも同じゲームだけやって半年だから、自分で言うのもなんですけどよっぽどハマってるですね。よいしょ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 。いやー、さすがに数減ってきたかな。さすがに数減ってきた感があるな。もうちょい飛ぶ。結構やっぱここ最近はいろんなノーマンズスカイの配信やってる方の配信見たりしてるんですけど、やっぱり
まあ苦労してるって言い方したらあれですけど、やっぱり差別化図るのにやっぱり少し苦労してるみたいですよね。人と違うことしないと、やっぱり同じ、せっかく見てもらってるところでこういう話するのはあれですけど、そのリスナーさんの取り合いに多分なるんですよね。いわゆるちゃんとした配信者の方同士になると、同じステージで戦うってなった時に、俺のとこに来て俺を見てくれ、俺のとこで遊んでくれとかなってくると、より自分のところに来てもらえるようにいろいろ試行錯誤とか工夫を凝らしていく形になってくると思うんで、最近増えたっすからね、ノーマンズスカイ配信してくださる人が。それ自体はいいことだけれども、同じく配信する立場からすると、遊んでくれる人、見に来てくれる人が分散しちゃうっていうのはちょっと悲しくはあるんですよね。そんな気がする。そんなことも思いつつですね。全然見つかんなくなってきた。この近地を取り尽くしてるのかな。もうちょい向こうか。飛びます。飛びます。あれ、ぱったり見つかんなくなったな。これやってて見落とすってことはないとは思うんすけど、見当たらない。回出発に嫌われたかもしれない。悲しい。佐藤さん言っていいか分かんないですけど、見てるときは4窓で見てますよ。気合入ってる気合入ってる。ノーマンズスカイ見る方やっぱり窓数多い人多いんですかね。なんだかんだ僕も、スマホで見てるから窓数増やせないのはあるんですけど、それでも渡り歩くっすもんね。配信やっぱりやるときって皆さん同時に配信やるんで、やっぱり見ようと思うと、スマホで見るときは次あっち見て次こっち見てって言ってポロポロ枠を移動しちゃったりもするんで、パソコンで見るときはやっぱりそうなるのか。やっぱりすごい人本当にそうですね、4窓5窓見てる方いらっしゃるですもんね。僕もあれなんですよ、僕が他の方の配信行った時にあんまり自分からコメントすることがなくて、で見てるんですけど、コメント欄見た時に〇〇さん今日こっちの配信見に来てるんだって他の枠開くと、あれこっちにもいるぞ。で他の枠開くと、俺こっちにもいる、あれみたいなあれ4人いるっつって、〇〇さん4人いるって往々にしてそういうことがあるその人の配信を楽しむのもありつつ、リスナーさんが何窓してるのかをそこで目撃する楽しみもある非常におもろい。でもノーマンズスカイなんか特にそうですよね。本当にプレイスタイル、スタンスもそうですけど、やることが本当に多いからみんな違うことやってたりとかして、やっぱり見比べたりとか同時に見ても違うことやってるのもまた一つ面白いですからね。やばい、この辺本当に全然ないな。ちょっとアイテムが手に入らないで、ちょっと一瞬宇宙出て少し距離離れたところに飛びます。配信者が多い時ですが、でも最近本当に多いですよね。すごい増えた気がするっす。あの辺が多分まだ未開拓だから、あの辺に飛ぼう。あれこれ違う星だな。これアンフランクだ。飛びすぎた。あれ飛びすぎたな。こっちだこっちだ。さすがに今の飛びすぎた。戻ります。でまだ探してないところ、今そういう感じなんで、じゃあこっち側に飛ぼうかな。
夜側に飛べば多分まだそっちはあんまり探してないはず。よし、この辺で探そう。まだいっぱい埋まってるかな、こっちは。この辺りどっこい小一、ちょっと低空飛行しすぎたか。低空飛行しすぎて席を立てない。ゲルゲリさん、パーツ集まったかい？今すごいすごい集まりました。本当おかげさまですごい量が集まりまして、早速新しい武器を搭載したりとかしながら継続して探しているところでございました。本当にありがとうございます。もう今最初に入ってた、ちょっと待ってくださいね。どっちがいいんだ。カメラ回しすぎてこっちか。よし、最初に入っていただいてたアズラさんと、あとパンダさんは明日早いということなので、今日はもうお休みいただいた感じですね。あと佐藤さんが残っていただいてたので、今日はですね、なんだろう、今日は珍しく配信の時間のケツを決めて12時ぐらいまでにしましょうって話になったので、あと5分ぐらいですね。あと5分ぐらいのところで一旦切り上げたいと。時間がでもあれか、どうしましょう。じゃあもうちょっと切り上げの準備入りますか。一旦もう合流しましょうか。佐藤さんよろしいでしょうか。一旦合流をしてしまって、よいしょ、宇宙出ます。ちょっとパーツの方のやり取りを最後して時間を迎えて終了できればなと思います。よろしくお願いいたします。いや本当にレッドブルは買っとかないとダメっすね。パワーが出ない。全然パワーが出ない。もう現地いらっしゃいます。さすが。ちょっと僕も今追いつきます。ステーションで待ってます。ありがとうございます。燃料不足じゃ。いや今日は本当に素晴らしく、コルベットがでかくなってるなんかちょこちょこっと武器が増えたりとかして、そうなんかなかった魚雷がついたりとかして、アドバイスもらいながら強化をね、こう思ったよりも強化されました今回でものすごいパーツ集まったんで、多分次回はコルベットの建造とかができるんじゃないでしょうか。いいなあ、そのコルベットもかっこいい。いいなあ、めっちゃイケてる。今手元がアイテムこう自分の方全然集まってなくて恥ずかしい。あとは宇宙船、こっちにあるんだ。結構ある。なんとか溜まったな。よかった。よし、ありがとうございます。じゃあ早速どんどん閉まってきますね。僕の手元がもういっぱいいっぱいなので、これもチャカチャカっと埋めてしまって、どうしたらいいんだ。こうじゃなくてこっちだ。こっちからこれに関しては直接こっちに入れてあげて、こうコルベットワークショップキャッシュの方に可能な限りどんどん放り込んでいきます。いやでもあれですね、やっぱさすがに今日コルベットの改造というか製作の方まではやっぱり本格着手は厳しかったですね。いや栄養ドリンクがあったら朝まで行けたのに、これは本当に失敗だ。なんで今回に限って買わなかったんだろう自分。どうした国和、酔いが悪いぜ国和。困ったもんすね。もう叱ってあげてください。この段取り8分をうまくやれない愚かな国和を。
いや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 、段取りが悪いぜ悪いぜ。よし OK。 これで今こういう感じで、ありがとうございます。もう渡されていた。ありがとうございます。佐藤さんから受け取ったのも今バンバン閉まっていきますね。いやー、すごい量になった。今日1日で元々の在庫の3倍から4倍ぐらいになりましたね。いや、ほんとありがとうございます。もうすごいパーツが、基本的な建築に使うパーツはもう全部本当に揃ったんじゃないですかね。どうなんだろう。今のパーツの種類がどのぐらいあるかが分かんないであれですけど。ゲリゲリさん、こら叱ってもらった。よかったよかった。もう今日あれなんですよ。あまりにもエネルギーが足んなすぎて、コメント返しのこのキレがないというか、なんか、そう、返答、レスポンスのキレがなさすぎて、ちょっと今日は本当にあまりにも本調子じゃない感じがしてるです。もう、ふわふわしてる。なんかすごいふわふわしてる。キレが悪い。あれ、佐藤さん、ちょ、いいんすかこれ。お金になるアイテムまで全部もらってしまって。あれ、いや、佐藤さん、いいんですかこんなにもらってしまって。ありがとうございます。何から何まで。ありがとうございます。嬉しい。大事に使わせていただきます。大事に。うちの貯金に、うちの懐蓄えさせていただきます。邪魔なんで引き取ってください。まあそうか。じゃあ喜んで頂戴いたします。ありがとうございます。やったー。万年金欠なので助かります。ゲリゲリさん、モンスターの飲みすぎには注意。糖尿になるよ。確かに僕も肝臓やばいんで、お酒も飲むし、味の濃いものも食べるし、甘いものも飲むし、やばいかもしれない。あんまり飲まん方が正解かもしれない。よし、じゃあ時間もちょうどいいですね。じゃあちょっとツーショットでエンディングにしたいです。じゃあここは、じゃあせっかくだから佐藤さんのコルベットを落としながら。でかっ。あれですね、なんか人が乗るとこめちゃめちゃ広そうですね。佐藤さんさえ良ければ最後ちょっとコルベット見ててもいいですか。良ければですけど、あれなんですね、その上の方のなんだろう、乗客スペースみたいなところと上の方のコルベット本体となんか別の建造物みたいな感じで、そこでジョイントする感じなんですね。いいな、こういうコンセプトもいいな。いいな、なんかやっぱみんな上手だな、やっぱり。これもあれですよね、グリッチ使ってうまく埋め込んでる感じなんですよね。佐藤さん、いいですけど中は作ってないですよ。中はこれからなんですかね。広いですよね。何でもできそう。じゃあすいません、許可もいただいたのでお邪魔いたします。中見させてください。お邪魔します。よいしょ。こっからあれですかね、乗客スペースですかね。やっぱ空間としてかなり広いですね。こんだけ広いとやっぱり中に詰め込もうと思えば何でも入れられる。やっぱコルベットいいですね。上も一緒に失礼します。こっからあれなのかな。おー、カーペットの幅も揃うとやっぱこんな感じでやっぱ質感が違くていいですね。遊覧船みたいな感じですかね。いい感じで、こういうとこに座って
こう景色をこうやって見ながら。カウンターテーブルもあり、いいっすね。これを初期に作った船。残ってる船とは一番古いんですね。いいっすね。遊覧船コンセプト。遊覧船コンセプトでいいんですかね。これすごいいい感じ。柵フェンスこういう感じで、これなんだ、高原植物。また見たことないパーツがある。こうやって見るとこれがずらっと並んでるんですね。高原になりつつ間にきれいに収まりつつ、これいいですね。こういう感じになるんや。佐藤さん、そうです、遊覧船いいですね。いいな、遊覧船作ってみるのも面白そうだな。カーペットこうなるんだ。これ面白い。これもちょっと参考にさせていただきます。こういうこともできるんですね。敷物で蓋しちゃうパターン。穴が開かなくていい。すごくいい。やっぱガラス張りで窓作るだけでもだいぶ雰囲気変わるっすね。やばい。ちょっとコントロールがおぼつかない。もう今日ダメだ。最後まで見たいけど、なんかもう指先プラプラだからちょっとこのぐらいにします。最後まで見て。もう、ダメだけど、すごいな。ドリンクないとこんなになるか。今までどんだけ栄養ドリンクに頼りきってたんだ。間違った。飛んじゃった。よいしょ。よいしょ。あとこの下のこういうデザインのパーツもどんどん作っていきたいですね。使っていきたいですね。よいしょ。禁断症状が出てる。いや、実際そうかもしれない。いや、今日はいろんな人に手伝ってもらってものすごく進みました。本当にありがとうございました。佐藤さんも最後まで今日は手伝っていただいて本当にありがとうございました。おかげさまでもうめちゃめちゃパーツが揃いました。ドリンカードランカー、なんでも合わさってしまう。あれなんですかね、体のことを考えればやっぱり砂糖抜き、しばらくその砂糖のいっぱい入ってるもの避けて、やった方がいいんですかね。最近仕事中も甘いもの飲む機会がすごい増えちゃって、その辺もやっぱり拍車かけてるとこあるんですかね。僕も若くないんで、もうちょっと肝臓いたわります。渡された。ドリンク渡される。飲まさっちゃう。やっぱちょっといろいろ考えないとな。前まで1回に2本とか、ひどい時3本とか飲んでたから、やっぱその副作用が出たのかもしれないですね。体のだるさ的には。水お茶などが良さそうです。やっぱそうですよね。水お茶、その辺がいい。今日もお茶といえばお茶なんですよ。甘いやつだけど。ブレンディのミルクティーを2杯分をタンブラーにバンとぶち込んでいっぺんに飲んでるんで、2杯分か。甘いやつ2杯か。まあまあやばいか。全然よろしくないかも。全然よろしくないかも。そうか、まずいか。いやー、よろしくないっすね。よし、じゃあそろそろ締めますか。佐藤さん、今日本当にありがとうございました。あとはですね、先にもう離脱なさいましたけど、あずらさんとパンダさんも一緒にパーツ集めていただいたので、はい、本当にありがとうございました。また次の配信の時にね、集めていただいたパーツ使って、コルベット、立派なやつを作れるようにやっていこうと思いますので、その時はまた皆さん、お時間ありましたらぜひぜひ、ご覧いただければと思います。今日はね、覇気がなくて、なんか、配信で覇気が全然なかったから、あれだったかも。ちょっとみんな、あんまり楽しめなかったのかな。ちょっと反省っすね。後で自分で動画見て反省するんですけど。はい。というわけで配信締めたいと思います。ゲリゲリさんもおつぽんありがとうございます。皆様ありがとうございました。佐藤さんも、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。本当に。いろいろ助かりました。
はい、次コルベット頑張って作っていこうと思います。よろしくお願いいたします。また次の配信水曜日にやっていこうと思いますので、その時はまたよろしくお願いいたします。背中向けて終わるのはあれか。じゃあお疲れ様でした。ではまたよろしくお願いいたします。皆さんおやすみなさい。お疲れ様でした。もう手もまともに触れないエンディングです。エンディングポチッとな。